今日は今年最後の針に参ります。またちょっと喉がイガイガしてきていて、年末に絶対に風邪をひかない、去年やってしまいましたので、それを避けるべく予防早めの針大作戦ということで今向かっております。今日も線が送ってくれている。ありがとう。優しいよね。優しいですね。こんにちは。針終わりました。せっかく渋谷に来たということで、大好きなパン屋さんのビロンに行ってパンを買いたいと思います。でその後に来年の手帳を買おうかなと思ってるんですけど、ロフトがいつも品揃えが充実しているので、毎年ロフトで手帳を買ってるんですけど、せっかく渋谷にいるということでロフトにも行ってきたいと思います。帰ってきました。渋谷すごい盛り上がっておりました。なんか年末だからあんまり人いないかなと思ってたんですけど、すごく混んでおりまして、ロフトも大人気だし、ビロも相変わらず人気で、いろいろ見てきたんですけど、今回はこの手帳にしました。いつもとスタイルが変わりました。今回ね、メモができる場所がすごい大きいのにしたの。こういう感じ。実はこの手帳と仕事のプランニングノートが別であって、仕事のプランニングノートと手帳をこうやって行ったり来たりしなきゃいけないことが多かったんですよ、今年で。今年使ってた手帳はやることリストとかは書けるんですけど、あんまりこういっぱい書くスペースがないわけじゃないんだけど、アイディアをまとめたりするスペースがやっぱもっと欲しいなということで、今回こういう感じにしてみました。YouTube の構成とかなんか企画とかいろいろ練ったりする時もあるので、そういうのがスケジュールと一緒にできるといいなということで、あとこのシリーズはこういうちっちゃい薄いノートがついてていいなっていうのと、ここにペンが入ったりとか、なんかここが入ったりとかするし、あとこのソフトカバーが個人的にはすごい好きで、最後の方はね、こういう本当メモだけできるエリアがしっかりあるのもいいなと思っております。で、最近はこのグレーブルーっていうんですか、なんか勝手に名付けてみた気がしちゃうんですけど、この色がすごい好きで、いろんなものをこの色で選んでるんです私。外してみるとこんな感じでございます。2026だよ。すごいね。2026年ってやっぱすごい、数字聞くとやっぱすごいびっくりしちゃうんですけど、あとこれもあります。これは2本あるので、こっち側に1個と、あとはその火の方に1個とっていう、結構使いやすいこのシリーズだなと思ってます。2025年の手帳はね、今どこにあるんだ、オフィスにあるのか。2025年もこのシリーズだったので、このシリーズ中身が違うんですけど、同じブランドでこのベージュのやつを使っておりました。やっぱ手帳を買うとね、さらに来年が楽しみになるなということで、もうそろそろスケジュールとかも1月2月と入ってきてるので、それとかをこうまとめながら、楽しく2026年が迎えられるようにと思っております。ヤッホー、髪切ってきました。めっちゃ嬉しい。もうずっと切りたかった。もう全然決まんないなっていう期間がすごい長かったので、前髪も自分で切って失敗してたし、すごい長くて、本当なんか収まり悪くて、後ろもまとまりがなくて広がってってすごい感じだったので、切れてめちゃくちゃ
嬉しいです。で今回もボブのつもりで酒井さんのところにお邪魔したんですけど、でもなんかもうちょっと気分変えたいなと思って相談したら、こんなんどうですかって提案してくれたのがすごい可愛くて、正面は割とすっごい短いボブみたいな感じなんですけど、後ろはねほんとショート寄りの短さになってて、ボブとショートの間みたいな感じに今回切ってくださいました。酒井さんと喋ってて、ちょっと2026年はほんと1ヶ月に1回ぐらい髪を切りにちゃんと来れるような大人になりたいと思いますっていう話しててまあ自分で前髪切ったりとかさ、もう伸びきってて決まんなくなってるのにちょっと、めんどくさいなとか、ちょっと忙しいから後回しみたいな感じになってたんですけど、もう本当の限界までいつも待ってたけど、来年は毎月髪を切りに行けるようになりたいなと思います。やっぱ本当にね気分が全然違うので、髪型がいい感じだと。だから来年はちゃんと自分をご自愛したいなと思います。カインズホームからの風景がすごすぎ。富士山。トントンってした。あ、どう？あ、来た。おー、すごい。美味しそう。足りないか。足りないです。いい、オッケーオッケー。いいじゃん。いい。オッケー。すぐる。よいしょ。
チンして皆さん改めまして明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで2026年になりました。幸せ忙しいなって思ってたらあっという間に新年で2026年かって思ってるんですけど、家族とのお正月すごい良かったです。本当に良かった。幸せな時間を過ごさせてもらって、みんなに会えたのもすごく嬉しかったし、線がみんなと一緒にいるところ見れたりとかするのもすごい良かったなと思ってて、みんな仲良くしてくれて嬉しいなってすごく思ったし、おじいちゃんとおばあちゃんはなかなか会えないので今回会えてすごく嬉しくて、また少し小さくなってる気がするなと思いながら、もっと一緒に時間たくさん過ごさないとなとか、両親やおじさんおばさんもすごく喜んでくれてたし、もっと自然なこと、みんなに会えるのがにしたいなって今年はってすごく思ったお正月です。特別なことをしたわけでもないですけど、本当にみんなと喋ってご飯食べてトランプやっての繰り返しをずっとしていて、みんな素敵な人たちだなって改めて、家族だからっていうわけじゃなくて、ちょっと遠目で見ても本当にみんな優しくて、私はとても恵まれた環境だなってすごく感謝の思いがたくさん溢れるお正月でした。で、昨日東京に帰ってきまして、今日から本格的に新年っていう感じなんですけど、また海外の予定があるので、その前にやらなきゃいけないこととかもやりつつ、あとうちは新年も大掃除がずっと続くので、今日もまた大掃除もしつつ、ゆっくりと2026年をスタートしていきたいなと思っております。で、この YouTube の場所でも引き続き皆さんと楽しい時間が過ごせたらいいなと思っているので、今年もどうぞよろしくお願いします。